ああ、こんにちは。あなたは私を驚かせました。私はただ、今、そして自分の人生の歴史をすべて思い出していたのです。かなり分厚い本です。さて、あなたがここにいる間、少なくとも私の記憶からあなたに話をすることができます。50年ぶりに、地下地区は軍隊への徴兵を認める門を開き、地下市民が持つべき権利について人々を分裂させる決定をしました。訓練生隊は試験を開始し、シングルダイレクションモビリティギア。その発明はタイタンコンバットに革命的です。この時期に軍隊に入隊するために、ルツボが運営され、士官候補生を過酷な荒野と地形への横断旅ミッションに送り込み、誰が生き残り、成功するかを競います。人々が軍隊に加わり始めると、アバーラントが初めて登場して以来、巨人の脅威は指数関数的に変化しました。アブノーマルとは異なり、アバランツは特別な脅威となり、特に15メートルの剣の巨人の場合、アバリアントは特別な脅威となるでしょう。偵察軍団は北への遠征に出かけ、破壊された古い集落を見つけるでしょう。じっくりと眺める暇もなく、前に現れたアバラントが再び現れる。頭に剣を乗せたアベラントは、スカウティングレギオンと戦い、さらに北に急ぐでしょう。スカウティングレギオンはそれを追いかけ、最終的に殺し、その頭から剣を盗むという大勝利を収めました。勝利を手にしたスカウティングレギオンは、さらに遠くまで冒険に戻ることになる。その時間がないと、2つの新しい異常者が現れます。遠くまで跳躍するハウタイタンと、15メートルの狩猟タイタン。劣勢に立たされた偵察軍団は、私を含む死傷者を出すことになる。巨人が退却し始めると、毛皮をまとった大きな巨人とお羊の特徴がハウ巨人から飛び出し、すぐに15メートルの狩猟の巨人と戦い、それを殺しました。シェーン・カーテンがラムズのうなじから現れ、煙が晴れ、スカウティングレギオンが大きな水域を発見する。彼らは終わりを迎え、帰るしかなくなっていた。戻って間もなく、ハウ巨人がシガンシナの城壁に沿って走り、その地区に飛び込んできました。ラムタイタンは稲妻の爆発で現れ、巨人と戦い、シガンシナの人々を守ります。シガンシナのアウターゲートは乱闘で破られるでしょう。軍はシガンシナをラムタイタンで修理する動きをしました。壁の内側に大きな揺れが感じられ、地下街の一部が崩れ落ち、トロストによって荒野に広がる未発見のトンネルシステムが開かれます。何百人もの地下市民がトンネルを使って脱出するが、死の危険性があまりにも激しいため、人々を止める試みは不可能だろう。シガンシナが人々の元に戻ると、偵察軍団は第5回遠征隊を西に向かい、未知の領域へと航海することを発表します。偵察軍団はついに出港できるほど西に進軍し、数週間にわたって出港した。出港したにもかかわらず、軍は彼らが何も持たずに戻ったと信じていました。しかし、今私たちが知っているのは、私たちが信じていた話ではありませんでした。エルディア王国軍は、未知の土地で現在戦争中の陸地に到達するまで航行しました。雷が落ち、弾丸が飛び交い、2体のタイタンが海岸で戦います。1、張って空中に跳躍するライオン。2つ目は口ひげを生やした皮のない男。両陣営は、軍が戦闘に到着するまで、説明のつかない言語で戦い、話し合った。ライオンはスキンレスタイタンを殺し、ラムタイタンが移動して話しかけるまで一人で休んでいました。ライオンは、ヘルメットをかぶった兵士が兵士に話しかけるので、自分自身を MPLA の将軍と宣言しました。一刻の猶予もなく、聞き覚えのある声が現れた。ブルース・ポーター。ブルース・ポーターは、ここまで西に向かって航海しているイラフは反逆罪であり、従わなければ罰が課せられると宣言した。プライドをかけて、ブルースが2つのニュータイタンズの近くに立つと、誰も引き下がらなかった。女王は建国者、プリンセスはウォーハンマーと宣言しました。
ラムタイタンとスカウティングレギオンは全力で戦うつもりでしたが、3対1の戦いに敗れました。遠征隊の人々が目を覚まし、工業都市に出荷された時、全員の記憶は拭い去られるでしょう。拷問され、精神を拭い去られ、刑務所に入れられた軍人は、訓練生キャンプから釈放されるまで、刑務所で1か月間服役することになった。失われた記憶で目を覚ました軍は、クルーシブルに何があるのかを探ろうとするが、目を覚ましたが無駄だった。軍は裁判所の最高司令官とセッションを開き、彼らが何が起こったと信じているのか、そして軍が隠している秘密について話し合おうとします。FIS のキャプテン、アーロン・ザ・マスクは、地下から指名手配されていた男で、壁の王ブルース・ポーターに捕らえられ、処刑を宣告されることになるが、何かがおかしい。政府会議に出席したと思っていた軍人は、アーロンからのそのような反逆を知らなかったが、実際には記憶を失ったと感じていた。最高司令官はアーロンとほぼ同時期に行方不明になる。実際には、ブルース・ポーターは再び巨人に変わり、コートタウンを荒廃させましたが、戦いがないわけではありませんでした。ラム、タイタンとアーマード・タイタンは蝶のために戦い、ブルースはミトラス宮殿に撤退するが、再び女王が軍の記憶を消し去り、ミトラスのための戦いを忘れさせる。2回の落雷が壁のさまざまな部分に感じられ、2人の軍人が直撃しました。ハントレ・リッチ、ケンペイ、そして当時クルーシブルの士官候補生だったモルト・バルクは、クラス全員の前で這う巨人と化していた。どちらもランダムに新たな力に目覚めました。シガンシナのタイタン活動は再び上昇しましたが、軍隊が遠征や戦闘で疲れ果てているため、防御できる人はほとんどいませんでした。ラムタイタンは最後の域まで押し出され、食べられる前に彼のすべての力を使い果たします。シェーン・カルテンが爆発して新たな巨人の姿に変わると、カチッという音が聞こえる。音は、トランスフォーマーセカンドウィンド、タイタンズパワーの縮小バージョンになります。トランスフォーマーが壊れると、ホルダーは最後のスタンドに置かれます。ほとんど電力が残っていないため、シガンシナは破られ、ほとんど封印できなくなってしまいます。軍がシガンシナから撤退すると、飛行物体が地区に現れ、その空から何かが落ちます。一瞬にして、核兵器サイズの大きな爆発が地区を飲み込み、壁を壊すだろう。50メートルの巨大な巨人がその煙の中から現れ、ジハードの言葉を説く。ブルース・ポーターは、興味をそそられ、彼の教えを信じて、巨像に語りかけます。二人は軍の前で、教会を解散させ、ジハードを解く取引を成立させる。彼らが去ってから間もなく、ウォーハンマーは壁を再建し、軍と話すのを避けるために素早く立ち去る。軍隊は混乱し、答えを探して、軍隊はブルース・ポターによって全ての驚きに西に向かうように呼び出されます。軍はすぐに西に向かうように圧力をかけられ、再び出港して海岸に上陸します。ニュータイタンズ、ハンターリヒと、モルト・ファルクも船に乗って隠れています。ブルースとグレモラ姫は軍に、土地の巨人を皆殺しにし、戻らないように言う。軍は前進し、巨人を殺し、ライオンの巨人、ジブリールに出くわします。シェーンとライオンは、ブルース、ポーターがシェーンにライオンを殺すように言うと話す。シェーンとアーマードは、強力な岩を使ってアーマードをノックアウトしておののいます。アーマードとシェーンは最後のシフトまでノックアウトされ、ミリタリーはジブリールで前進します。軍はジブリールと一緒に、破壊され廃墟となった古い集落まで行きます。彼らは、洞窟に住み、新しいテクノロジーで戦う外の世界のレジスタンスである MPLA と出会います。MPLA とイラフはどちらも、それぞれの言語や技術について議論し、異なる経験で自由に話します。軍とラムタイタンが発見した旧市街を略奪し、地下トンネルを掘ると、洞窟内の遠くの音は王室のブルース、グレモラと女王のサマンサから聞こえてきます。一瞬のうちに、軍はガスの筒を洞窟に投げ込んで撃ち、地下60フィートのロイヤルズを強制的に移動させ、恐ろしい位置に追い込みます。今、
表面を掘り起こし、MPLA、軍、シェーン、カーテン、ジブリールはロイヤルズを追い出し、潜在的に彼ら全員を殺す準備をしています。ロイヤルズが水面に到達すると、シェーン、カーテンは古いラジオ塔を拾い上げてブルースを突き刺そうと急いで突入し、彼の変圧器を壊して王族を海岸に急いで送り返します。ロイヤルズが軍隊から遠く離れて海岸に戻ると、ハンタータイタンのハントレ、リヒトがロイヤルズの脱出を阻止し、ブルースを連れ出し、彼の力の半分を盗みます。軍が到着し、ハンターがウォーハンマーを倒すのを手伝う。シェーン、カルテンはウォーハンマーを至近距離で頭に大きな岩で驚かせ、交代でウォーハンマーを倒します。ハンターは十分な時間を持ってもう一つのシフトのために十分なエネルギーをかき集め、今度はアーマーで夜明けを迎えた。二人はエネルギーが尽きるまでウォーハンマーと戦い、ウォーハンマーは急いで出発し、世界政府からエルディアに戻る船に乗り込みます。軍は MPLA に戻るが、ジブリールは彼を殺そうとし、二人のスカウト軍団員の手によって MPLA の兵士が殺されたことに怒っている。シェーン、カーテンが撃たれ、ジブリールとカーテンの両方が戦い、MPLA とミリタリーも戦います。ジブリールは頭に岩でノックアウトされます。ジブリールが殺されるまで戦いは続く。軍は町から略奪した注射器を使ってジブリールの力を引き出し、それを死に近い兵士、ディミトリアス、ポルトに渡そうと試み、ジブリールから力を引き出し、ジブリールを食べる巨人に変えます。軍はコートをエルディアに戻した MPLA 兵士と一緒に海岸に戻ろうとします。軍が海岸に到着すると、ブルースとミスター L を乗せた6つの飛行船が飛来します。エル氏は降りてきて、みんなに知られずにジハードを解く。モルト、バルク、工場兵器の巨人がミスター L の下から現れ、彼をシフトさせます。アーマードが危険な戦いでコロッサルを助けることを余儀なくされると、コロッサルタイタンが再び現れます。飛行船は全力を尽くして救援するが、ディミトリアス、ポルトは彼の唯一のシフトのためにエネルギーを奮い立たせる。彼はホークタイタンに変身し、エネルギーをかき集めて空中に飛んだタイタンになります。ハントレ、リヒト、シェーン、カルテン、モルト、ファルク、ディミトリアス、ポルト、帰還したエドーイ、スミス、そして強力な軍人たちがあらゆる困難に立ち向かい、世界政府を押しのけ、コロッサルとアーマードを追い詰めます。遠くからブラックフレアが発射され、壊れたトランスフォーマーを持ったジブリールが戦闘に突入し、MPLA 基地に戻るコロッサルタイタンも盗みます。同時に、クリストファー中佐とヒルーイン隊、そしてブルース、ポーターはジェットパックの利用者によって飛行船に乗せられ、エルディアに送り返されることになった。残された時間がなく、巨人が迫る中、軍は余剰の技術、情報、力を持ってエルディアに戻ります。そして今、私たちはここにいて、世界政府、王族、MPLA、そしておそらくはもっと多くの国々から隠れて、私たちがこれまでに知った中で最も強力な兵士や戦士を抱えている国に群がっています。あなたが言うことができない場合、私たちの頭の中の声に、世界を生き抜くための旅に幸運を祈ります。